はいどうもビバです。この度ビバアクアは改心しました。心を改めると書いて改心。別に悪いことやってたわけじゃないんですけど、何を改心するのかというと、水槽の管理をちゃんとやろうと思います。というのもビバアクアは今まで水槽の管理めちゃめちゃズボラでした。水替えとかも全然しないし、フィルター掃除も全然しない。いい加減このままじゃいろいろ突っ込まれそうなので、せめてこの60センチスリム水槽くらいはしっかりと定期的なメンテナンスをして管理をしていこうと改心することを決めました。こちらの水槽は幅60センチ、奥行き20センチ、高さ25センチのスリム水槽です。ジェックスさんのアクアリスタの水槽ですね。最近ジェックスさんは新製品でもスリム水槽を出しているので、これから奥行き20センチぐらいのスリム水槽を使っていく人が増えてくんじゃないかと予想しています。そこでビバーカーのできることといえば、奥行き20センチのスリム水槽でもちゃんと水草水槽できるぞっていうのを伝えていきたい。なのでこの60センチスリム水槽でも水草をきれいに管理して動画にして発信していきたいんですが、前回の動画見てもらった方なら分かる通り、定期的に青ミドロとかに侵食されて散々なことになっています。前回の青ミドロ侵食された動画は9月23日に公開した動画ですね。前回の動画ではいろいろ対策をして現在のような綺麗な水槽に復活したんですが、実はあれから2週間メンテナンス全然してません。これは別に誇れることではなくて、ちゃんとメンテナンスしろよっていう話なんですが、今回からちゃんと定期的な水替え、定期的なフィルターの掃除、しっかりとメンテナンスをしていきたいと思っています。というわけで今回は前回のメンテナンスから2週間経った現在、こちらの60センチスリム水草水槽のメンテナンスを行っていきます。前回のメンテナンスから2週間経った現在、正直水草とかはめちゃめちゃ綺麗なのでメンテナンスしなくてもいいかなとは思うんですが、その考えが崩壊の始まりなんですね。ここは一旦しっかりと定期的メンテナンスを心がけていきたいと思います。まずやりたいのが外部フィルターのプレフィルターのメンテナンス。先日プレフィルターの動画もアップしたんですが、プレフィルターっていうのは外部フィルターの前につくフィルター。前回は別途購入したプレフィルターを外部フィルターにつないでいたんですが、正直プレフィルターに標準付属しているストレーナースポンジ、あれもプレフィルターです。このエーハイムのアクアコンパクト2004もストレーナー部分にスポンジが内蔵されているので、これを定期的にメンテナンスしていきます。モーターカバーごと取れちゃった。アクアコンパクトはここですね。ここにプレフィルターとしてスポンジがついています。これを定期的に掃除する。ちなみに前回のメンテナンスから2週間経ってそこそこ汚れてますね。汚い。やっぱこれは2週間に1回ぐらい掃除をした方が良さそうです。掃除についてはストレーナースポンジを飼育水で揉み洗い。これは特に生物ろ過期待してないので水道水で洗ってもいいかもしれないです。 OK ですね。それとストレーナーとかをブラッシングしていきます。これも汚れがひどい時にやればいいので、そんなに神経質にならなくていいと思います。これはスポンジの方がいいか。無印良品で売ってるこういったスポンジ、あとブラシとかすごい使いやすいし値段も安いのでおすすめです。はい、綺麗になりましたね。じゃあこれを戻します。続いてガラス面のメンテナンスをしていきます。今回のメンテナンスではちゃんと水替えもするんですけど、水替えをした後にガラス面の掃除をするとせっかく落とした苔が水中に舞ってそのまま残ってしまうので、ガラス面の苔を落とした後にその落とした苔ごと水替えをすると水槽内に苔が残りにくくなります。ちなみにビバークはおすすめのスクレーパーなんですが、アズーのブラックスクレーパー、これめちゃめちゃ便利。60センチ水槽とかでは十分な長さがあるのと、この取っ手を分解して長さを変えられるので小型水槽でも使いやすい短い長さにすることができます。それとこのカバーなんですが、先端がゴム製になっていてアクリル水槽でも使える。カバーを外すといつも通りのカミソリ刃が使えます。しかもこのヘッドの部分がとても薄いので狭いところまで刃が届きます。一般的なスクレーパーってこの部分がもっと長かったり角度が急だったりして狭いところまで入らないんですよね。このスクレーパーは本当に狭いところまで届く。アズーのブラックスクレーパー、本当におすすめです。下の動画説明欄に商品リンクを載せておきます。ではこちらでガラス面を掃除していきます。
ちなみにどのくらい狭いところまでスクレーパーの刃が入るかというと、この岩とガラス面の隙間、ここ人差し指が入らないぐらいの隙間です。ビバーカーの人差し指が特別太いというわけではないので、約18ミリぐらいこの隙間にも入っちゃうんですよ。しかもただ入るだけではなくて、ちゃんとスクレーパーの刃が立って苔を落とせる角度で入ります。普通のスクレーパーでは入らないような隙間もスクレーパーが入るので、アズーのブラックスクレーパー本当に使いやすい。だいたい2センチぐらいの隙間だったら余裕で入ります。続いて低床の掃除と水替えを一緒に行っていきます。その際使用するのはやっぱりプロホース、これが便利です。水槽メンテナンスの必須アイテム。今回はこちらのプロホースエクストラ S を使います。というのも S と M パイプ径がかなり違うので、こういった水草のレイアウト水槽だとプロホース M の太いパイプ、ちょっと取り回しが悪いです。プロホース S の細いパイプだと水草の狭いところまでパイプが届くので掃除しやすいと思います。あとスリム水槽なので水量が少ないです。プロホースの M とかだとあっという間に水がなくなっちゃうので、プロホースエクストラ S でちまちま掃除していくのがベストだと思います。それではやっていきましょう。この水槽にはヤマトヌマエビとミナミヌマエビがいるんですけど、エビたちの糞がとっても多いので、どうしても低床に糞がたまりがち。普段エビが隠れてそうなところ、すごい糞が溜まってますね。水槽の前面に敷いてあるボトムサンド、こちらもきれいにしていきます。よし、こんなもんでしょうか。あとは水槽内の水を3分の1ぐらい抜いていきます。よし、 OK。 いや、ちょっとこのタイミングでびっくりしたんですけど、初めてヤマトヌマエビのゾエやヤマトの卵から孵化したチエビたちが水槽の隅でぴょんぴょん跳ねてます。この水槽にヤマトヌマエビの抱卵個体が2匹3匹いたんですけど、そのうちの1匹から出てきたんですね。水替え途中だったので気づかなかったんですけど、初めて見たのでびっくり。これすくい取って塩水とかで管理するとヤマトヌマエビになるのか、すごいですね。この水槽では魚たちの餌になることは仕方ないんですけど、いや、初めて見た。ちょっと神秘的ですね。うわー、食べてる食べてる。部屋の中でこういった弱肉強食というか、生き物の断りというか、こういうものが見れるのもアクアリウムならではですね。続いてちょっと気になってたこの化粧砂の上に落ちてしまったソイル、これらをきれいに取り除きたいと思います。実はこのソイルなんですけど、磁石を使って取り除くことができます。ソイルの中に鉄分が含まれていて、それが磁石にくっつきます。使う磁石は100均でも買えるネオジム磁石、これが便利です。ただこのまま水槽内に突っ込んでソイルにくっつけると磁石がソイルまみれになって掃除が大変なので、今回はちょっと試験的にラップを使ってこの磁石をラップでくるんで、これでソイルを取りたいと思います。ラップでくるんでしまえば磁石からソイルを取り除くときにはラップを剥がせばいいだけ。じゃあこの辺りのソイルを取り除いていきましょう。この黒いソイルが取れてく取れてく、気持ちいいですね。低床の中に埋まってるソイルも結構取れます。連続して作業したいので水槽のソイルエリアでソイルを落とします。
そしてまた別のエリアのソイルを磁石で取っていく、これの繰り返しですね。そしてこの磁石にソイルだったり鉄を含んだ細かい定称がついているので、これを取り除かないといけないんですが、ラップで磁石を包んだことによって、いいねいいね、綺麗、めっちゃ綺麗。ラップには磁石にくっついていたソイルとか砂が残っています。これでこの磁石も綺麗に使うことができます。そしてもちろんどこからソイルが漏れていたのかも対策をしなければいけません。今回はこの溶岩石の隙間、ここからソイルが漏れていたので、この溶岩石を使って隙間からソイルが漏れないように蓋をします。これでソイルの流出は防げるはず。ヤマトとかが結構ソイルを運ぶので完全には防げないと思うんですが、やっておくに越したことはなさそう。さあこれでプレフィルターの掃除、ガラス面の掃除、定称の掃除、こぼれたソイルの除去完了しましたので、あとは減った分の水を戻してメンテナンス完了です。水の補充には前回も紹介したバケツを持たなくていい水替えシステム、名付けて名前はついてないんですけど、100均でいろいろ作れる水替え楽々システムで水替えを行っていきます。スイッチオン。いいですね。ハンズフリーで足し水ができちゃう。これの作り方については前回動画で紹介してますので、よかったら下の動画説明欄からチェックしてみてください。これは定称を巻き上げることもないし、なかなか画期的。こんなもんですかね。というわけで今回はこれまでズボラな管理ばっかりしていたビバークアが心を入れ替えて、せめて2週間に1回ぐらいは水替えをしようと決意した動画でした。今回は外部フィルターの水槽の中に入っているプレフィルターと定称の掃除、化粧砂の掃除、あとはガラス面の掃除と水替え作業を行いました。この水槽については60センチスリム水槽で水量約30リットル、水草は有形草ばっかりを10種類ぐらい植えていると思うんですが、今後は前回のような青みどろに覆われないようにしっかりと定期的なメンテナンスをしていきたいと思っています。現在まだ不調の水草とかもあるので、そこら辺対策をしていきたいと思っていて、そのためのとあるアクア用品も購入しています。それについては今後動画で紹介したいと思うので、もし気になる方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。それと今回本当に偶然なんですが、メンテナンス中にヤマトヌマエビの抱卵個体からゾエアが放出されていた。最初見た時ケンミジンコが大量にいるのかなと思ったんですけど、よく見るとなんか縦長のピコピコしたものが大量に泳いでいて、これがヤマトのチエビなのかとびっくりしました。あれチエビって言っていいのかな。ヤマトってよくわかんないんですよね。ゾエアっていう状態で生まれて、それが淡水では生きていけない、汽水域とか若干塩分の入ってる水じゃないと成長できないということで、こういった水草水槽、淡水の水槽では成長することはできません。その代わり一緒に飼育している熱帯魚の貴重な栄養源になるので、このアクアリウムの水槽という中で命がつながっていく、決して無駄になる命ではないかなと思います。そんなちょっとしたハプニングというか貴重映像も見れたので、今回は動画撮影していてよかったなと思います。というわけで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。